あなた、自分のことわかってる？兄の結婚式で新婦控室を訪れた車椅子姿の私を見て、新婦のサラさんは怒鳴りつけてくる。サラさんや兄には本当にいろいろ迷惑をかけていると思っています。だからこうしてちゃんと謝りたくて。そうよ。車椅子のあなたがいるだけで、こっちは大変なの。席のスペースも通る場所も開けなきゃいけないし、ほんと大迷惑。でも、兄から式場のスタッフさんも心よく準備してくれているって言われたので、スタッフは仕事なんだから、迷惑なんて言えるわけないでしょ？みんながあなたに気を使っているのがわからないの？余計な気を使わせてしまって、本当にすみません。謝るだけじゃなくって、誠意を見せてほしいんだけど。誠意って、決まってるでしょ？車椅子なんて邪魔だから今すぐ帰って。それが一番の誠意だと思わない？みんなもあなたが帰るって言ってくれるのを本当は望んでるの。ちょっとは空気を読んだ方がいいんじゃない？サラさんに言われて、私は動揺を隠せなかった。大好きな兄の結婚式なら出席して当然だと思っていたが、もしかしたらサラさんの言う通り、兄はただ私に気を使って招待してくれていただけなのかもしれない。私が黙り込んでいると、控室のドアがノックされた。私は舞。中学で陸上部に入っていた私の生活が一変したのは中学生2年生の時。信号無視の車が私に突っ込んできた。すぐに近くの人が救急車を呼んでくれたが、搬送された時の私は意識不明の重体で、両親と兄は最悪の状態も覚悟するようにと言われていたらしい。私の事故のことを聞き、病院に駆けつけ、両親と兄を励ましてくれたのが、よく実家に遊びに来ていた兄の親友の達郎くんだった。達郎、前は助かるよな。大丈夫。きっと病院が何とかしてくれる。医療の力を信じろ。達郎くんは手術の間中、兄のそばについて兄や両親を励ましてくれていた。そして十何時間にも及ぶ手術の末、私は一命を取り留めることができたが、事故の後遺症で半身不随となってしまう。それでも家族は命があるというありがたさに心から感謝していた。でも私は意識を取り戻すと自分の今の状況についていくことができなかった。半身不随って治らないんですか？私一生歩けないってことですか？残念ながらリハビリを行っても自分の足で歩くのは難しいでしょう。そんな。車椅子の使い方などを知って自分で日常生活を送れるよう私たちもサポートしていくので一緒に頑張りましょう。そんな、一生車椅子生活だなんて。陸上部で走ることが何よりも楽しかった私は、走ることはおろか、歩くことすらできないことにショックを受けていた。そんな絶望する私を支えてくれたのは、家族と病院のスタッフ、そして兄と一緒にしょっちゅうお見舞いに来てくれる達郎くんだった。私がどんな態度をとっても、毎日欠かさずお見舞いに来て励ましてくれた家族や、何をする気にもなれずに塞ぎ込む私に、根気よくリハビリを促してくれた病院のスタッフの人たち。そして、車椅子での生活になってからでもできる楽しみをたくさん教えてくれた達郎くんのおかげで、私は次第に前を向くことができていった。そんな退院の日、兄が私に告げてくる。舞、俺さ、将来医者になろうと思うんだ。お兄ちゃんが？舞の命を救ってくれて、こうしてまた家に帰るまで回復できたのは、病院のお医者さんやスタッフさんたちのおかげだ。俺もこんな風に誰かを助けられる仕事をしたいんだ。私は兄の決意を心から応援した。そして、兄はそれから必死に努力し、見事医師免許を取って私の入院していた病院に勤務することができた。その頃には私はすっかり車椅子生活にも慣れ、大抵のことは一人でできるようになっていた。そんな私の姿に安心したのか、兄は結婚したい人がいると、実家にサラさんという女性を連れてきた。サラはうちの病院の看護師なんだ。患者の気持ちに寄り添いたいっていう俺の志にも共感してくれてる。サラとだったら一緒に歩んでいけるって思っているんだ。
隣でサラさんは微笑みながら満足げにうなずいている。そんなサラさんを私たちは歓迎し、私もリビングの椅子にずーっと座ったままではあるが、精一杯サラさんをもてなした。その後、サラさんのご両親にも挨拶を済ませた兄は、着々とサラさんとの結婚式の準備を進めていった。そんな最中、私は偶然街中でサラさんに遭遇する。車椅子に乗っている私を見て、サラさんはあからさまに嫌そうな顔をしてきた。マイさんも一人で出歩いたりするのね。私は気を使わせないようにわざと明るい口調で告げる。ええ、車椅子生活も長いので、バリアフリーの場所も熟知しています。こういう人がいるから迷惑よね。体が不自由なら家でおとなしくしてくれてればいいのに。正直言うとね、今回の式場選びに時間がかかってるのって、バリアフリーの式場を探しているからなの。それは、すみません。車椅子のあなたは、てっきり式にも欠席すると思ってたの。そうしたらシンジの持ってきた参加者名簿には、あなたの名前も入っていたからびっくりしちゃったわ。大切な家族の祝いの席ですし、私のせいで余計な手間をおかけして申し訳ないとは思ってるんですが。サラさんは大げさにため息をつきながら告げてくる。申し訳ないと思ってるなら、もっと誠意を見せてほしかったわ。あなたもいい大人なんだから、しっかり考えて行動してよね。そう言うと、サラさんはさっと私の前を去り、友人のもとへ駆け寄っていった。サラさんの言葉は私に重くのしかかるには十分だった。しかし、心配をかけたくなかった私は、兄にも両親にもその日サラさんと会ったことを言うことはできなかった。そして迎えた兄の結婚式当日、私は車椅子に乗って式場へ向かうと、まずはサラさんに挨拶しに行った。サラさんの言葉が耳から離れなかった私は、もう一度ちゃんとサラさんに迷惑をかけたことを謝りたかった。新婦控室にはたまたまサラさんしかいなかった。私が入るなり、サラさんは私に向かって怒鳴りつけてくる。マイさんどうして来たの？どうしてって、兄の晴れ姿を会場で見たくて。あなた、自分のことわかってる？サラさんや兄には本当にいろいろ迷惑をかけていると思っています。だからこうしてちゃんと謝りたくて。へえ、そうよ。車椅子のあなたがいるだけで、こっちは大変なの。席のスペースも通るところも開けなきゃいけないし、ほんと大迷惑。でも、兄から式場のスタッフさんも心よく準備してくれているって言われたので、スタッフは仕事なんだから、迷惑なんて言えるわけないでしょ？みんながあなたに気を使っているのがわからない？余計な気を使わせてしまって、本当にすみません。謝るだけじゃなくって、誠意を見せてほしいんだけど。誠意って、決まってるでしょ？車椅子なんて邪魔だから今すぐ帰って。それが一番の誠意だと思わない？みんなもあなたが帰るって言ってくれるのを本当は望んでるの。ちょっとは空気を読みなさいよ。サラさんに言われて私は動揺を隠さなかった。大好きな兄の結婚式なら出席して当然だと思っていたが、もしかしたらサラさんの言う通り、兄はただ私に気を使って招待してくれていただけなのかもしれない。私が黙り込んでいると、控室のドアがノックされた。入ってきたのは、兄の親友の達郎くんだった。達郎くん？達郎くんは部屋の中にいる私を見ると優しく微笑む。舞ちゃん久しぶり。兄は卒業してからもずっと会っていたようだったが、私が達郎くんと会うのは事故のリハビリで病院に通っていた頃以来だった。達郎くんの笑顔は病院で私が落ち込んでいる時に励ましてくれた笑顔と何も変わっていない。私がさらに話そうとするのをサラさんが遮る。ああ、そういえば結婚式に流す映像のために式直前の新郎新婦のインタビューを撮りたいって言ってましたね。時間もないし早く始めましょうよ。私の方を睨みながら達郎くんに告げるサラさんの顔を見ると、私は先ほどのサラさんの言葉を思い出してしまう。いたたまれなくなった私は、達郎くんに挨拶して逃げるように控室を出た。そしてその足で
兄のいる新郎控室へ向かう。私が暗い顔で部屋に入ると、兄はすぐに私の様子に気づいた。舞、何かあったか？お兄ちゃん、ごめんなさい。私式には出られない。どうして？その方がいいと思ったの。私のことは気にしないでいいから、お兄ちゃんは幸せになってね。その方がいいってどういうことだ？ここまで来て出席しないなんて一体何があったんだよ。私はこれからの兄とサラさんの夫婦関係に亀裂が入ることを恐れて、先ほどのサラさんとのやりとりをどうしても兄には話すことができなかった。別に何かあったわけじゃないけど、今までお兄ちゃんや周りの人に甘えすぎてたと思っただけ。嘘言うな。舞はいつも周りを気遣って、何でも一人でできるように頑張ってきてたじゃないか。そんなお前が俺の結婚式に出たいって言ってくれて、俺がどれほど喜んだか知ってるよな。それは。私が言いよどんでいると、控室のドアがノックされた。入ってきたのは、サラさんへのインタビューを取り終えた達郎くんだった。達郎、ごめん。今ちょっと立て込んでるから、インタビューは少し待ってくれないか？すると達郎くんは落ち着いた様子で答える。舞ちゃんが帰るって言い出したんだろ？どうしてそれを？驚く兄に達郎くんは続ける。ここの式場、廊下に控室の声が筒抜けなんだ。だから部屋の前に着いたら、中で舞ちゃんが話してるの聞こえちゃってさ。そうか。じゃあ悪いが、わかってるなら、なおさら二人にしてくれないか？舞ちゃんの口からは、帰る理由は言えないんじゃないかな。達郎くんの言葉に私はぎくりとする。兄も驚いて聞き返す。どういうことだ？僕は病院でリハビリを続ける舞ちゃんの様子をずっと見てきた。舞ちゃんは昔から人一倍周りを気遣って自分は我慢しちゃう子だった。今も真治に遠慮して本当のことは伝えてないんじゃないかと思ってさ。兄はハッとし何かに気づく。達郎、もしかして舞の帰る理由に心当たりがあるのか？お願いだ、俺にも教えてくれ。俺はどうしても舞に式に出席してほしいんだよ。聞くなら僕じゃなくって、サラさんから直接聞いた方がいいと思うよ。サラ？舞、まさか、サラに何か言われたのか？うつむく私を見て、兄はすぐにサラさんを控室に呼び出した。やってきたサラさんは、部屋にいる私の姿を見て、ぎくりとする。どうしたの？もう式も始まるから、話なら後にしてくれない？兄は真剣な顔でサラさんを問いただす。いや、式の後じゃ意味がないんだ。舞が急に式には出ずに帰るって言い出してね。でもなかなか理由を言ってくれないんだ。サラ、何か心当たりはないか？サラさんは私の目を見ずにとぼける。さあ、私は何も知らないけど。すると達郎くんが口を開く。知らない？そんなはずないよ。サラさんはここに来る直前まで、舞ちゃんと話してたよね。舞ちゃんが帰りたくなるように、車椅子のことを指摘して、暴言を吐いたよね。達郎くんの言葉に、サラさんは焦りながらも必死で弁解する。何を言い出すんですか？私は看護師ですよ。医療に携わる人間が、そんなこと言うわけないじゃないですか。達郎くんはそれを聞いて、黙って動画を流す。決まってるでしょ？車椅子なんて邪魔だから今すぐ帰って。それが一番の誠意だと思わない？みんなもあなたが帰るって言ってくれるのを本当は望んでるの。ちょっとは空気を読みなさいよ。サラさんの声が達郎くんのカメラから流れた。どうしてこれが？サラさんは録音された自分の発言を聞いて真っ青になっている。さっき真治には伝えたんだけど、ここって廊下まで控室の声が聞こえやすいんだよ。サラさんにインタビューする前に、廊下で録画チェックをしていたとき、部屋の中のあなたの声が取れちゃったみたいでね。サラさんは焦って兄にすがりつく。真治、これはちょっとした言葉のあやなの。真治だって普段から舞さんのこと迷惑だって言ってたわよね。
俺は舞のことを迷惑と思ったことなんて一度もない。式のプランを立てているときは、バリアフリー対応で、サラや式場のスタッフに迷惑をかけることになったらすまないと言っただけだ。私だって、周りの人の迷惑になるから、式には出ない方がいいって助言しただけ。それに舞さんが出席しなければ、車椅子で場所を取ることもなかったから、もっと人が呼べたじゃない。舞を押しのけてまで呼びたい人なんていない。俺は足が不自由になっても、自分ができることを精一杯やる舞のことを尊敬している。自慢の妹に俺の晴れ姿を見てもらう以上に大切なことなんてないよ。シンジ、冷静になって。家族だからって舞さんのことを買いかぶりすぎよ。舞さんなんて一人じゃ何もできない厄介者じゃない。その言葉に達郎くんが口を開く。その言葉、聞き捨てならないな。半身不随の人のことを厄介者扱いするような人は看護師失格だよ。達郎くんの言葉にサラさんは動揺する。それは。そこで兄がサラさんに冷静に告げる。サラ、あんまり達郎に下手なこと言わない方がいいだろ。そう、達郎くんは兄たちの職場の院長の息子さんだった。自分の立場が危うくなったことを察したサラさんは、途端に達郎くんに猫なで声を出す。売り言葉に買い言葉で心にもないことを言ってしまったけど、私、誰よりも患者のことを一番に考えてるんです。達郎くんは呆れたようにサラさんに告げる。もう遅いよ。こっちには証拠の録画もあるんだから。それに、サラさんは病院でも患者さんからの苦情が多いらしいね。そんなこと誰が？病院へのクレームの記録には目を通すようにしてるんだ。患者さんが大げさに言っているだけで、実はスタッフには問題ないことも多いから。そうですよ。私の場合も。サラさんの場合は、患者さんの言うことも一理ありそうだから、叱るべき処分を父に提案しておくよ。まさか、そんな、叱るべき処分だなんて。まあ、厳防が妥当だろうね。それが嫌なら他の病院に行くんだね。そんな。落ち込むサラさんに、兄が追い打ちをかける。離婚した相手と同じ病院で働くのはお互い気まずいから、俺は他の病院に移ることをお勧めするけどね。離婚？サラさんが驚いた兄を見る。サラが患者の気持ちに寄り添いたいっていう俺の理想に共感できるとは思えない。それに、自分の家族にこんな暴言を吐くような相手と、この先生活したいとは思わないよ。そんな。ここから去るのは、舞じゃなくて君の方だ。何よ。あんたたち全員その女に洗脳されてバカじゃないの？サラさんはそう言うと逃げるように式場から出て行った。両親や招待客に事情を話し、結婚式が中止になったことを伝えると、兄の招待客たちは皆、そんな相手とは別れるべきだと同意してくれた。サラさんの招待客も、サラさんのしたことはおかしいと、兄の決断を認めてくれた。病院中に自分のしたことが知れ渡ったサラさんは、結局退職を決めた。すぐに兄との離婚も成立し、一人寂しく街を去っていった彼女だったが、その後、別の街で転職するも、弱い立場の人を攻撃する性格は変わらず、職場でもまたもやクレーム続きで退職したと聞く。その後も、職を転々とフリーターのような生活をして、すっかりみすぼらしくなってしまっているともっぱらの噂だ。私は兄が実家に戻ったことで、兄に会いに来る達郎くんと顔を合わせることも多くなった。達郎くん、最近よく家に来るね。そんなにお兄ちゃんに会いたいの？私がふざけて尋ねると、達郎くんは顔をあからめる。兄がニヤニヤしながら私に告げた。達郎が会いたいのは俺じゃなくって舞だろ。初恋の相手に再会して気持ちが抑えられなくなったんだよな。つられて赤くなる私を見て、兄は私も達郎くんと同じ気持ちなのを察したらしい。その後、兄が取り持ってくれ、私と達郎くんは付き合うことに。そして、私たちの付き合いが結婚にまで発展していくと、兄は誰よりも喜んでくれた。自分の結婚式の経験をもとに、バリアフリーの式場一覧を作ってくれたりと、
私たち以上に結婚に前のめりになっていく。怪我で半身不随となってしまったのは不運だったが、こうした兄や家族たちに支えられてきた私は本当に恵まれていたのだと今回改めて思い知ることができた。これまで支えてもらっていた分、これからは自分も相手を支えられる人間になろうと決意するのだった。